今回は一つの薬をめぐるちょっと不思議なお話を見ていきたいと思います。今日取り上げるのは、ある画期的な薬に隠された予期せぬ、そしてかなり危険な秘密についてのミステリーです。そもそも、どうして目を良くするはずの薬が、体全体の代謝システムをめちゃくちゃにしてしまうんでしょうか。さて、この謎を解き明かすには、まず物語の主役を紹介しないといけないせんね。その名もテプロツムマブです。長年この甲状腺がん症、テッドと呼ばれる病気に苦しむ患者さんたちには、実はあまり選択肢がなかったんです。生活の質をものすごく下げてしまうこの症状を完全に元に戻すっていうのはほとんど不可能だったんですね。そこに、まさに救世主のように現れたのが、このテプロツムマブなんです。IGF-1 受容体っていう特定のタンパク質だけをピンポイントで狙い撃ちする。この薬のおかげで、これまでにないレベルの改善が見られて、本当に多くの人の人生が変わったわけです。ただ、この奇跡の薬が広く使われるようになって、ちょっと厄介なパターンが見えてきたんです。これは、最初の臨床試験では完全に見過ごされていた、いわば隠された代償だったんですね。見てください。最初の臨床試験では、高血糖になった人はたったの 10% だったんです。ところが、実際に世の中で使われ始めてからのデータを見てみると、衝撃の事実が明らかになりました。なんと、患者さんの半分以上、52% もの人が高血圧を経験していたんです。しかも、この副作用、ただ血糖値がちょっと上がるっていうレベルじゃなかったんです。場合によっては、命に関わるような状態で救急入院しなければいけないほど重症になるケースもあった。となると、いよいよ中心的な疑問が浮かび上がってきますよね。一体全体何が起きているんでしょうか。はい。では、ここから深く掘り下げていきましょう。一体何が原因なのか、分子レベルで調査を開始します。最初の大きな手がかりは、いわば人違いです。この薬が狙う IGF-1 受容体と血糖値をコントロールするインスリン受容体。この2つが構造的にものすごく似ていたんですね。特に受容体のスイッチを入れる大事な部分、チロシンキナーゼドメインって言うんですが、ここがなんと 84% も同じだったんです。この驚くほどのそっくりさんぷりのせいで、私たちの体の筋肉とか脂肪の細胞の中では、この2つの受容体ががっちり手を組んで、ハイブリッド受容体っていうものを作っちゃってるんです。そしてこれこそがこのミステリーの最大の急所になるわけです。私たちの調査で分かったのは、この弱点が原因で血糖値を上げる2つの別々のメカニズムが同時に働いてしまうということです。いわば2方向からの同時攻撃ですね。まず、犯人の1人目です。この薬は、体のホルモン量を調整するサーモスタットにガムテープを貼るようなことをしちゃうんです。そうすると、脳は、あれ?ホルモンが足りないぞと勘違いして、成長ホルモンを大量に放出します。で、この溢れ返った成長ホルモンが、インスリンの働きを邪魔し始めるんです。これがインスリン抵抗性ですね。そして犯人の2人目。薬はさっき話したハイブリッド受容体を直接狙います。そして細胞の表面からこの受容体をごっそり取り除いてしまうんです。インスリンがくっつくためのドック、つまり船着き場がなくなっちゃうようなものですね。こうなると、すでに起きているインスリン抵抗性がさらに悪化するのはもう避けられません。さて、ここが大事なポイントです。こんなに強力な二重攻撃がある中で、じゃあ一体誰が一番影響を受けやすいんでしょうか。データを見ると、リスクの高い人たちの特徴ははっきりしています。つまり、もともと血糖値のコントロールに何かしら問題を抱えている人たち。例えば、すでに糖尿病の方とか、その一歩手前の予備軍と言われる方々。こういう人たちが最も影響を受けやすいんですね。実際、もともと糖尿病を患っている患者さんに至っては、血糖値が悪くなるリスクはなんと 90%。驚異的な数字ですよね。これで謎はすべて解けました。じゃあ、このパワフルだけどちょっと扱いの難しい薬をどうすれば安全に使えるのか、そのためのガイドラインが見えてきます。やるべきことははっきりしています。まず、治療を始まる前に全員の血糖値の状態をしっかりチェックする。そして、治療中は特にリスクの高い人を中心にこまめにモニタリングする。
でも、もし血糖値が上がってきたら、ためらわずに薬を使ってすぐに対処する。この3ステップです。そしてこれは、まさに現代医療におけるチームワークの重要性を示していますよね。目の専門家である眼科医と、ホルモンの専門家である内分泌科医がしっかり連携して、目だけじゃなく体全体をケアしていく必要があるわけです。良いニュースもあります。ほとんどの場合、この高血糖は一時的なもので元に戻るんです。ただ、正常に戻るのに半年から8ヶ月くらいかかることもあります。そしてここが注意点なんですが、一部の人にとってはこれが引き金になって隠れていた糖尿病が表に出てきてしまう。つまり糖尿病の発症を早めてしまう可能性もあるんですね。このテプロツムマブの一件は私たちに最後の、そしてとても重要な問いを投げかけています。医療がどんどん進化してピンポイントで病気を狙えるようになるほど、私たちはその結果として起こる複雑で時には全く予期せなかった副作用をちゃんと管理する準備ができているんでしょうか。